こんにちは。この動画では、今までジャズにほとんど触れたことがない人向けに、個人的経験から、ジャズを聴き始めるためには何を知るといいのかを紹介していって、最後に私のおすすめのアルバムを紹介するよ。聴き始め方って変なタイトルやな。単にこの曲から聴けばいいって話じゃないんか？そこも含めて話していくつもりだよ。本日のお品書きはこちら。ほうほう。じゃあ、1から始めるね。結論から言うと、私には定義するのは無理だったよ。いきなりかい。だって多様すぎるんだもん。バーとかカフェで流れてるおしゃれな感じのもあれば、フェスとかで盛り上がるような熱い感じのもある。ジャンルで言えば、ダンスミュージックもあれば、スパニッシュもあれば、ブラジル音楽もあれば、ロックっぽいのもある。ジャズはいろんな音楽が混ざり合ってるから、これがジャズだって自信を持って言えないんだよ。そんなにバラエティあるのか。だから私が思うに、ジャズってもっと大枠の概念で、アドリブがあって、演奏者の発想力や技量を楽しむ音楽ってイメージ。楽器経験者には、より深く刺さる音楽。一言で表すとしたら、自由。いろいろ意見ありそうだけど、私の中ではこういう考え。なんか難しそうや。聞く上では気にしなくていいよ。この動画を見てる人って、どこかしらでジャズに触れたことがある人だと思うんだ。せやな。カフェで流れてるのを聞いたわ。あと、アニメとかでもたまに使われてるよな。そうそう。カウボーイビバップ、バッカーの、グレートプリテンダーのオープニングとかね。何より、坂道のアポロンはまさしくジャズが主役だった。他にも映画で言えば、スウィングガールズ、セッションとかね。この辺の音楽が好きだった人たちは、ジャズにハマるかもしれないね。じゃあ、この辺りの音楽から聴いていけばいいんか？それも一つの聴き方だよ。でもそれだと、もしかしたらその曲は好きになっても、そこから広げていきづらいかもしれない。ジャズ自体を好きになってもらうために、ここでは他の聴き方を提案するよ。ところで、ジャズを取り扱うサイトで必ず使われているワードが、名盤ってワードだよ。名盤？名曲じゃないんか？ジャズのアーティストはシングルをリリースすることはほぼなくて、だいたいアルバム単位でリリースしてるんだ。しかもそのアルバムは一つのコンセプトでまとめられてる場合が多い。だから一つのアルバムが一つの作品って捉えられてる。だから名盤なんだよ。なるほどな。だから聞くとしたら、まずはアルバム全体を聞いてほしいんだ。そうじゃないともったいない。ふむふむ。それで、ここで言う、聞き広げ方っていうのは何や？ジャズのアーティストっていうのは基本的に個人を指すんだ。そしてアルバムごとに共演するアーティストを変えている。つまりどういうことや？例えばサックスの人の名義のアルバムを全部聴いてみて、あまり好きじゃないなと思ったとするでしょ？でもその中でこの曲のこのピアノは好きだなって思ったら、そのピアノが誰なのかウィキとかで調べる。そしたら次はその人の名義のアルバムとか、その人が参加してるアルバムを聴いてみる。次のアルバムではもしかしたら今度はサックスの人を好きになるかもしれない。そうやって枝を広げていくようにアルバムを聴いていくことを私は提案したい。これがこの動画で私が一番伝えたかったことだよ。ずいぶん熱い語りやな。ランキングみたいなのを参考にするんじゃダメなんか？してもいいと思うけど、それが初心者にとって本当にとっつきやすいかというと疑問かな。私も上位にピンとこないアルバムもあるし、みんなが評価してるものを自分も好きになる必要はないのよ。媒体？そう、媒体。普段音楽は何で聴いてる？昔は iPod で聴いてたけど、最近は Spotify とかやな。昭和はレコード、平成は CD と配信サイトでのダウンロード販売。でも時代は令和。音楽はサブスクのストリーミングサービスで聴く時代になったんだと思うよ。でも、加入せずに YouTube とかで音楽聴いてる人も多いんやないか？最初は YouTube はおすすめしないよ。著作権的にグレーっていうのもそうだけど、何よりアルバム単位で聴くっていうのと合わない。YouTube はミュージックビデオを見たりするのがいいけど、それって1曲単位だからね。例えば、公式に配信されているライブ映像とかなら全然ありだよ。じゃあ、Apple Music とか Spotify とかで聴けばいいんやな。基本的にはそうだよ。手軽だしね。ただ、中古の CD を買うのもありだよ。この時代に CD？ ライナーノーツって言ってね。
そのアルバムの解説が読めるものが入ってるんだよ。アルバムの解説だけじゃなくて、そのレコーディングの裏側に何があったかとか、単純な解説以上に歴史書として読むだけでも面白いよ。1枚500円ぐらいで買えるしね。安いな。買えば愛着も湧くと思うよ。とりあえず言いたいのは、ストリーミングにしろ、中古 CD にしろ、まずはそのアルバムを全部聴いてみて、自分のお気に入りの曲やアーティストを見つけるってことだね。この動画のメインやな。プレッシャーだなぁ。あくまで私のおすすめとして聞いてね。OK。今回2つのアルバムをチョイスしたよ。選ぶ上で考えたのはこんな感じ。これは当然やな。聞けなきゃ意味ないからね。これはさっき言ってた枝を広げていくって話か？そうそう。これらのアルバムを聴いて自分が好きな要素が見つかったら次はそれを聴けばいいと思うよ。ビッグバンド？コンボ？ジャズの演奏形態のことだよ。ビッグバンドは大人数。基本的にサックス5人、トロンボーン4人、トランペット4人、ピアノ、ベース、ドラムの16人プラスアルファで演奏するよ。一方、コンボは少人数。演奏形態はいろいろあるけど、ピアノ、ベース、ドラムの3人の編成に管楽器を1から3本追加するのがメジャーかな。3人だけのピアノトリオの場合もあるけど。そうなんか。なんでビッグバンドじゃなくてコンボなんや？ビッグバンドはメンバーの入れ替わりはあっても、バンドとして長く活動していく感じで、他のアーティストとの関わりは薄い。だからそこから幅を広げにくい。いいアルバムはたくさんあるんだけど、最初のアルバムとしては向いてないかな。その点、コンボは個人に注目すればいいからね。好きなアーティストを見つけやすい。コンボの4人か5人編成ってことか？さっき言ってたピアノ、ベース、ドラムの3人編成じゃダメなんか？ダメじゃないよ。でも、ピアノトリオから聴き始めると、ピアノトリオばっかり聴きがちになるんじゃないかっていう偏見があってね。最初は管楽器の魅力も知ってもらいたいんだ。管楽器も2つのアルバムで被りがないように、アルトサックス、テナーサックス、トランペットとメジャーな楽器が聴けるようにしたよ。あれ？トロンボーンは？残念ながら、この3本と比べると、コンボでは、そこまでメジャーな楽器じゃないんだ。私の好きなアルバムには入ってるんだけどね。そんなにシャツで知ってる曲ないで。タイトルは知らなくても、これ聞いたことがあるって曲が入ってるアルバムをチョイスしたつもりだよ。もちろん、その曲だけじゃなくて、最初はアルバムを全部聴いて、他にも自分の好きな要素を見つけてほしいよ。じゃあ、1枚目を発表するよ。1枚目は、アートブレイキー&ザ・ジャズメッセンジャーズのモーニン。名前は聞いたことあるな。1曲目のモーニンの最初の数秒を聞けば覚えがあるんじゃないかな。坂道のアポロンでも印象的に使われてたね。編成はトランペット、リー・モーガン、テナーサックス、ベニー・ゴルソン、ピアノ、ボビー・ティモンズ、ベース、ジミー・メリット、ドラム、アート・ブレイキーのクインテット。ドラムの人の名義のアルバムなんやな。ってことは、ドラムの人が主役なんか？特にそんなことはないね。バランスよく全員がフィーチャーされてるよ。個人的にはリー・モーガンとボビー・ティモンズが好きだな。収録曲は以下の通り。この中ではもちろんモーニンのピアノと他のメンバーとの掛け合いから始まる印象的なテーマ。それとリー・モーガンのねっとりしていてかっこいいトランペットソロをおすすめしたい。でもそれだけじゃなくてドラムサンダースイートでのアートブレイキーの熱いプレイも楽しんでほしいし、カムレイン・オア・カムシャインのおしゃれなボビー・ティモンズのピアノも味わってほしい。ミディアムスローからファストまで、いろいろなテンポのいろいろなタイプの楽曲が入っているから、本当に1枚目としてはおすすめだよ。ほうほう。とりあえず聞いてみるわ。2枚目は、キャノンボール・アダレイとビル・エヴァンスの Know What I Mean。聞いたことないな。有名なんか？最初の曲の Waltz for Debbie は有名だね。これとは別の Waltz for Debbie ってアルバムは、日本で最も売れてるアルバムの一つだよ。曲自体は池袋ウエストゲートパークの第4話で全体を通してテーマ曲としても使われてたね。編成はアルトサックス、キャノンボール・アダレイ、ピアノ、ビル・エヴァンス、ベース、パーシー・ヒース、ドラム、コニー・ケイのカルテット。アルトサックスとピアノの2人の名義のアルバムなんやな。そこがこのアルバムのミソでね。キャノンボール・アダレイが熱くテクニカルな演奏をするとしたら、ビル・エヴァンスはクールで情緒的な演奏をするんだ。真逆と言ってもいい。だから、この2人の演奏を聴けば、
ジャズの二面性と、どっちの方向が自分の好みなのかがわかると思うんだ。収録曲はこんな感じ。この中では、ワルツ・フォー・デビーと、フーケアーズと、トイがミディアムファストテンポなので、二人の技量的な部分を聞いてほしいし、他はスローからミディアムテンポで、例えるなら、雨が降ってる夜の都心の情景が浮かぶような演奏を聞いてほしいな。指摘やな。表現が難しいのよ。評論家でもないし。じゃあ、この2つのアルバムから聴けばいいんよね。私としては、ここから聴くことをお勧めしたい。それで、この2つのアルバムを聴いてみて、自分の中で何が好きだったのかを整理するんだ。モーニーを聴いて、リー・モーガンが好きになったら、リー・モーガンのアルバムに行ってもいい。バンド全体を好きになったら、アートブレイキー名義で、モーニーより前とか後の時代に収録されたアルバムを聴いてもいい。なるほどな。ノーワライミーンの場合はこっちは簡単だよ。キャノンボール・アダレイが好きなら彼を聴けばいいし、ビル・エヴァンスが好きなら彼を聴けばいい。ただ、私としては、ジャズの帝王と呼ばれてるマイルス・デイビスの下で、この2人も参加していて、なおかつ、世界で最も評価が高いジャズアルバム、カインド・オブ・ブルーを聴いてほしいと思ってるよ。ほほう？一番すごいアルバムってことか？歴史的なアルバムであるという意味では、一番すごいことは間違いないと思うよ。ここでは詳しい解説はしないけど、マイルスは外しにくいからね。2つのアルバムを聴いてから、このアルバムは聴いてほしいな。世界で最も評価が高いのに、このアルバムから進めないんやな。このアルバム、尖ってるし、特殊だからね。普通のアルバム聴いてからの方が、このアルバムを味わうにはいいと思う。例えば、クラシックを聴いてきた人には、このアルバムの静筆さとか、緊張感は刺さるんじゃないかな。さて、ここまで紹介を続けてきたけど、どうだったかな？ジャズの全てを好きになる必要はないし、名盤と呼ばれるアルバムが、全て自分の好みに合うとは限らない。そして、全ての人がジャズを好きになる必要もない。でも、この動画をきっかけに、自分の好きなアーティストを一人でも見つけてもらえたら嬉しいな。強制しないんやな。ハマるかどうかなんて、個人の感性によるからね。適当に買ってきたアルバムの方が、名盤と呼ばれてるものより好きなんて、ざらにあるよ。私も、一番好きなアルバムは、ここであげたものじゃないしね。それじゃあ、この辺で。今後は、アルバムごとの紹介動画を作っていくつもりだよ。この動画がいいと思ったら、ニコニコの方はいいね、YouTube の方は高評価、よろしくね。ご視聴ありがとうございました。